皆さんこんにちは。書道家のしおりです。今日はですね、字の仕上がりが決まる点画右払いの書き方について講座形式でお伝えをしていきたいと思います。この右払い、この点画一つによって書いた字の仕上がりが決まってしまうと言っても過言ではありません。それなのに右払いの筆の使い方がよくわからない、最後の書き順になることが多くて、せっかくうまく書けていたのに失敗してしまうんじゃないかという恐怖に襲われている。そして失敗してしまうことが多々あり、うんざりしてしまう、そんな方も多いのではないでしょうか。この動画を最後までご覧いただきますと、書き方を習得することでもう失敗せずに書けるようになったり、成功する確率が高くなり、恐怖心がなくなったり、自信を持って右払いを含む字を書けるようになったりします。ではそのようになるためにどのようなことをお伝えしていくのかと言いますと、項目としてはこの3つに分けてお話をしていきたいと思います。まず1つ目が右払いの点画について、2つ目が右払いの書き方を3つのステップで解説していきます。それは右払いを分解する筆の軌道、払いの軌道になります。そして最後に実践として私が書いている動画をご覧いただけます。今回はですね、点画の書き方とこの右払いを含む蜂と冬という字を書いてみたいと思います。はい、それではまず1つ目、右払いの点画についてお話をしていきたいと思います。なぜですね、右払いが難しいと感じるのか。それはですね、この右払いというこの一つの点画の中にいろいろな要素が入っているからになります。まずこの筆使いとしては主に3つに分かれます。まず筆を入れるところから斜め右下方向に線を引いていき、最後に筆を抜く。この筆使いとしても大きく3つに分かれて、これらをですね上手につなげていかなければいけないということになります。ではですね、それをどうやって上手につなげていって書いていくのかと言いますと、それにはですね、筆の角度だったり、あとは払いに向かってこのようにですね、線が太くなっていくと思いますが、そのようなですね、筆使いだったり、あとはですね、払いのところに来たらゆっくり書いていくというようなスピードの調整だったり、そのようにですね、筆の使い方以外にもいろいろな要素が含まれていくんですね。ちょっとですね、そのように話すと複雑な感じに聞こえるかもしれないんですが、これらをですね、まずはインプットしてしまって練習を重ねて無意識に書けるようになるということをしていくと、この字自体がですね、自分の個性を入れたりとかできますし、この生き生きとした線が書けるようになると思います。はい、ではですね、その右払いの線をまず分解して見ていきたいと思います。先ほどですね、この右払いは3つの筆使いでまず大きく分かれるというふうにお伝えしたと思います。その1つ目ですね、それが筆を入れるというところになります。これはどの線も楷書の場合ですが、どの線も共通しているところになりますが、ここの筆を入れるところはですね、斜め45度ぐらいに入れていくということと、筆先の形が雫の形になるように入るということを意識すると、綺麗な線の形になります。ただですね、この右払いの点画の場合は、筆を入れたらすぐですね、右斜め下に線を引いていかなければいけないんですね。ですので、筆を入れたままの状態、入れたままの力でですね、右斜め下方向に線を引っ張っていくというのは、ちょっとですね、綺麗な形にもなりませんし、非常にコントロールがしづらいという状況になりますので、筆を入れたらですね、一旦軽く筆を上げるようなイメージ、そして次に線を引く方向、今回で言いますと右斜め下になりますけれども、そちらにですね、筆の向きをちょっとだけ変えるという形になります。なので、そういうことをですねするというふうにイメージを入れて筆を入れるということがポイントになります。はい、では続いてその右斜め下方向に線を引くというところなんですけれども、ここはですね、払いの位置ですね、そこに向けて徐々に紙に筆を下ろしていくような感覚で線を引いてみてください。と言いますのはですね、
払いに向けて線を太くしていくためなんですね。これが全く同じ太さになりますとちょっと極端な形になってしまったりしますし、今スライドで見ていただいているものもそこまでですね、極端にですね太くなっていくという形ではないんですけれども、自然なですねこの筆をですね徐々に置いていくようなイメージで描いていくとすごく自然なですね払いに入っていける線になりますので、意識としてそのような筆使いをしていくということをやってみてください。はい、ではですね、次が払いになりますね。ここが肝心なポイントになるんですけれども、この払いの位置に来たら、筆をですね、軽く止めて、今ご覧いただいている黄色い丸があると思いますが、この小さな丸ですね、そこをですね、起点として、少しだけ右に力を加え、筆の右側に力を加えていきながら、筆のですね、弾力、それをですね感じながら、使いながらですね紙から離す、筆先をですねちょっとまとめながら紙から離していくというようなイメージで払ってみてください。ちょっと今ですねいろいろな要素を言ってしまったんですけれども、今回の動画は成功の確率を上げていくということも目的の一つにしていますので、勢いでね払ってしまうということは控えた方がいいかなというふうに思っています。もしこの右払いを書くことに慣れていて、上級者であればそういう意識をしなくても綺麗な払いが書けると思うんですけれども、今回はですねあえて筆をですね分解して使っていくことによって綺麗な払いをいつでも書けるようになるということをテーマにしていますので、そのためにはですね今お話ししたようなこの黄色い丸のところを起点にですねちょっと筆を右側に力を入れながら筆先をまとめるということも並行にしながら紙から離すというようなイメージ、それをですねちょっと試していただければと思います。はい、ではですね、右払いの書き方の3ステップの2つ目、筆の起動になります。先ほどですね、線を分解して筆の動かし方をお伝えしたと思いますが、次はですね、この線の起動というところなんですね。この右払いというのは斜め下方向に線を引くというイメージ、そこからですね、本来一番重要な筆を立てる意識というのが抜けがちになるんですね。この斜め下方向であってもですね、筆がですねこの線の真ん中を通るようなイメージ、これが筆が立っているような状態になります。そうしますと次のですね払いにも自然に入っていくことができますし、筆を上手にコントロールすることにもつながります。はい、では続いて払いの起動ということで、先ほどですね筆が線の真ん中を通るというお話をしたと思うんですけれども、払いであってもその筆はですねこの線の真ん中を通る意識を持つということになります。払いになるとこの筆の側面、親指側になりますが、そちらをですね使ってしまいがちなんですね。使ってしまうというのはその親指側の筆の方がですね寝てしまうということですね。そうしますとどうしても綺麗な形が作れなかったりとかしますし、この墨がですね滲んでしまったりですとか、あとはですねこの肝心な筆を払っていくというような時のですね毛先のまとまりがうまくできなかったりとかするんですね。ですのでこの払いの時もあくまでも筆は線の真ん中ということを意識して、筆を立てるということを忘れずにしてみてください。はい、ではですね点画を書いていきたいと思います。ちょっと画角は斜めからにしています。先ほどのスライドで説明をした書き方なんですけれども、まず筆を入れるところですね。筆を入れたらその筆の向きをですねまっすぐにするためにちょっと浮かして引いていき、払いの位置に来たらちょっと軽く止めて筆先をまとめながら書いていきます。これの筆を入れるところをですねそのままの向きで引いてしまうと筆がねじれたまま引くことになってしまうんですね。それがその後のコントロールが効かない原因にもなるので、筆を入れたら筆の向きを筆の真ん中がですね線の真ん中に来るために
軽くですね直して、ここから引いていき、でこの払いの位置に来たら軽く止めて毛先を揃えていくだけです。その時に揃えるだけ、でもうまくいくかもしれないんですけど、気持ちね右に力を加えるわけです。それでゆっくりですね筆先を整えながらまとめていくという感じなんですね。その時にもし感じられるのであれば、筆の弾力を感じながらやると、なおですね綺麗にまとまっていきます。筆を入れたらちょっとだけ筆の向きをまっすぐに線を引く方に変えて、ここに来たらゆっくりですね。でこのようにすると同じようなですね払いの形が、いくつも描けるという形になります。でそれをですね無意識にできるようになれば、あまり気にせず感覚的にも弾けるようになるんですけど、これをこうやってね筆を抜いてしまうように払うと、この形がその時によってバラバラになったりとか、うまくいったりいかなかったりとか、あとはその気持ちがぶれていたりすると、せっかくそこまでうまく描けていたのにここで失敗してしまうっていうことも起こりうるということになるので、この動画の中では、こういうですねちょっと落ち着いた描き方をしてみると、その失敗する確率が減るんじゃないかと思います。はい、では続いて8という漢字を書いていきます。1画目は左払いになりますので、そのですね動画も出していますのでご参考にご覧ください。はい、ではですねちょっと早かったのでスローモーションの方も出していきたいと思います。払いの位置に来たらちょっと止めて、ゆっくりとですね筆をまとめながら離すとこのような形になります。はい、では続いて冬という字を書いていきます。はい、いかがでしたでしょうか。右払いはですね、ちょっと苦手意識がある方もいらっしゃると思うんですけれども、リラックスして書くということも大切なポイントになります。苦手意識があったりすると息を止めてみたりして、かえってですね意識をしすぎて失敗してしまうなんていうこともありますので、是非ですね呼吸を楽にリラックスして書いてみてください。はい、ということでまたですねリクエストなどもありましたら是非コメント欄で教えていただきますと嬉しいです。この動画が参考になりましたらいいね、そしてチャンネル登録がまだの方も是非お願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。